皆さんこんにちは、フォトシンです。今日はですね、朝からこんな感じでやんわりと雪が降っておりますので、ブナ林にね来て撮影をねしています。で、本当はもっともっと雪深くなるので、足元の、こういったところってもっと真っ白になるんですけど、今年は雪が本当に少なくて、まだ照葉植物が頭を出していたりとか、あとはブナの幼獣が頭を出していたりとかするんですけれども、それはそれでそれを生かした撮影を今日はしていけたらなというふうに思います。で、今ちょうど目の前に、ブナのね幼獣がニョキニョキっと雪面から頭を出していて、でその周りっていうのは本当に足跡もないですし、枝が落ちたとか雪の塊が落ちたとかっていうものもなくて、本当に綺麗な雪面になっているので、ちょっとこの幼獣をテーマというか主役として周りの雪面、そしてその奥にまた大きいブナたちが広がっていくような、そういう風にしてちょっとやっていきたいなと思います。目の前に3つの木もあったりするので、ちょっとそれもですね、この雪面を少し囲ってあげるような、そういった役割もあるかなと思うので、ちょっとそういう感じでこの木々たちも入れながら、そして奥にもまたこういった小さい幼獣もあったりしますので、それも若干含みながらやっていければなと思います。あとは頭をね出している照葉樹、椿とかですかね、そういったものもまたすごく綺麗なので、そういうものもちょっとこうシンプルに切り取っていければなと思います。ということで、今日一番最初に撮れる写真たちはこんな感じです。今度はですね、こちらに、ブナのね幼獣についている葉っぱなんですけれども、まだねその枯れ葉が落ちないでついているような状態になってます。で、ちょっとここだけね123っていうね3つほどあるんですけれども、塊で遠くから見ていてね、ここだけちょっとこう浮いて見えて、すごくね綺麗だったので、葉っぱはそんなオレンジとかではないんですけど、ちょっとこうブラウンというか、もうかなり枯れてはいるんですけれどもね、この白がバックグラウンドにあるのでね、この幹の黒と葉っぱの色っていうのが本当に綺麗なので、ちょっとこの空間をね撮ってみたいなと思います。で、こういう時すごく気をつけたいのが、近づいた時にスノーシューでペンってこう雪を中に蹴り入れてしまったりすると、全てが台無しになってしまうので、ちょっと注意しながらゆっくりと歩きながらね、こうサークルを描くかのようにやりながら、いろんなアングルでちょっと撮っていけたらなと思います。左から右にかけて大中小という形になっているので、ちょっとそういった大きさを意識して、こんな感じで左斜めからこう狙ってみても面白いかなと思うので、そんな感じでちょっとねやっていきたいなと思います。本当にね綺麗ですね。はい、ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。今ですね、空が晴れて、力強いね太陽の光がね入り込んできたんですけれども、それと同時にこのブナ林のね木々たちは本当にたくさん生えてるんで、その影がねこの綺麗な雪面に映し出されて、いますね。もう風が出てきたりしていますので、上から枝が落ちてきたりとか雪が落ちてきたりすると雪面の様子ってどんどん変わっていってしまうので、ちょっと、早めにね撮っていけたらなとは思うんですけれども、このね、椿も本当に可愛らしいんですけれども、この力強い光が当たることによって、影ができるんですけれども、その影があるとよりこの、被写体の存在感というものも、出てくるので、ちょっとその影もこの植物自体の影もしっかりと入れ込みながら、あとはこのラインですかね、木の影のラインをしっかり入れて、若干こう対角線で斜めになるようにしてあげると、よりこのラインの強さっていうのも表現できるので、ちょっとこう真正面から平行で撮るんではなくて、斜めのアングルで撮っていくような感じでやっていきたいなと思います。この綺麗な雪面を汚していくのは私しかいないので、本当に申し訳ない気持ちにはなるんですけれども、盛大に汚して歩いていきたいなと思います。ということで、ちょっとねこの後は晴れてきたので影を使ったりしながら撮れればなと思うんですけど、ひとまずこちらで撮れる写真はこんな感じです。
今ですね、こちらのブナも本当に綺麗な配列をしているんですけれども、このね下の方にあるブナの幹から小さい枝が生えていて、そこにねぶらっと2つ3つ葉っぱがついているんですけれども、もう今にもちぎれて落ちそうな感じなんですけど、頑張ってねぶら下がっているような状態になってます。風で揺れていて本当にねあとちょっとっていう感じなんですけど、ちょっとこの最後のね瞬間を撮れればなと思います。で周りにも木々たちがねたくさん囲っているところで、みんなに見守られていくっていうところで、でもなんか結構光も強くてこんな感じで綺麗なので、そんな物寂しさを感じないんですけれども、そういった綺麗なね中で多分今日一日持つか持たないかっていう瞬間だと思うんですけれども、このブナたちに囲まれて落ちていくちょっと前の瞬間を撮っていければなと思います。一回ですねものすごく晴れてピーカーみたいな感じになってね、すごい光が入ってきたりしたんですけれども、またね曇り始めて雪がちょっとこうちらつき始めて、います。で最後はちょっとねこの急斜面のところにある折れたね幹をですね取っているんですけれども、この目の前にある大きい木がね白樺になります。そこからポキンと折れて下に、寝そべってね奥の方に張っていくような感じの白樺で、もう雪がねこう覆い始めてるんですけれども、ちょっとこう寂しいというかね悲しいシーンではあるんですけども、そこをねちょっと撮っていきたいと思います。で左奥の方には水たまりがあってですね、そこからこう沢みたいに小さくね、筋がずっと奥に向かってあるんですけれども、折れてしまいながら、この水の存在に向かってこう張っていくようなね、そういった白樺の姿を最後はちょっと捉えてみようかなと思います。でその折れた白樺だけを撮ってもねなんとなく味気ないというか、よくよく見たらこれがその元となる白樺だったので、ちょっとこの存在は入れたいなということで中央に入れて、右側に折れた幹、そして左側にその水たまりですかね。やっぱりその水の存在ってやっぱり生命力そのものだと思いますので、死んだものが水に向かって、こう張っていくようなね、そんな全体像をちょっとここで最後は撮っていきたいと思ってます。時折光が入ったりするとまた影もあったりとかね、全然違った見え方になるので、いろんな光のタイミングを待ちながら撮っていきたいなとは思うんですけれども、今日はこんな感じでブナ林をね撮ったりはしたんですけれどもね、もうちょっと雪がたくさん降ってくれるといいんですけれども、これから先期待をしていきたいなと思います。また私のねノートで、ビュートリーというねウェブマガジンを、スタートしておりますので、こういった写真のストーリーとか普段 YouTube でお話ししないようなこともですね、記事に書いたりしておりますので、ぜひですね購読していただければと思います。はい、ということでこちらの写真を持って終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。死を迎える折れた枝と命の水。一見邪魔に見える母体となる木をあえて中央に配置したのには理由がありました。この母体が枝に対し役割を全うしたことを伝えている、そちらに行く必要はないというメッセージをこの配置で表現しました。そこにほんの少しの光を添えました。